こんにちは。今日も見てくれてありがとうございます。よかったら最後まで見てくれると嬉しいです。そして日本語以外のサブタイトルはこちらにありますので、よかったらそれもつけて見てみてください。今日の動画は日本語を勉強している人にとっても役に立つ動画だと思います。今日は日常生活でよく使うフレーズを教えたいと思います。もう早速教えていきますね。まず一つ目、こんにちは。こんにちは。これは一番基本の挨拶です。日中、お昼ぐらいから夕方ぐらいまで、こんにちはが使います。これは丁寧な挨拶で、フォーマルすぎないので、いつでも使えるっていう感じです。こんにちは。日本に観光に来ている人が一番使うのは、このこんにちはだと思います。Hello っていう感じですね。はい、こんにちは。で、次に、おはようございます。おはようございます。おはようございます。これは Good morning 朝使うフレーズです。おはようございます。だいたい朝からお昼行かないぐらいですね。朝から10時、11時ぐらいまでおはようございますって言います。で、次に、こんばんは。こんばんは。これは Good evening です。なので、夜使います。だいたい6時ぐらいから、こんばんはに切り替えます。こんにちはから。こんばんはは夜の挨拶です。なので、その一日の挨拶をまとめると、おはようございます。こんにちは。そして、こんばんはです。この3つが一日の中でよく使う挨拶のフレーズです。次に、これは皆さん絶対もう知ってると思うんですけど、Thank you お礼を言うときの挨拶。これは、ありがとうございます。ありがとうございます。よく、ありがとう、ありがとうだけ、言ってる人もいるんですけど、これは、親しい友達との間だったら、ありがとうで OK です。カジュアルです。でも、店員さんや、ウェイトレスの方とかに使うときは、ございますをつけて、ありがとうございますという風にしましょう。ありがとうだけでは少しカジュアルすぎます。で、次に、Goodbye、バイバイの挨拶なんですけど、別の動画でも少し話したんですけど、よく教科書には、さようならって書いてあります。さようなら。これは Goodbye っていう意味なんですけど、日常生活では使わないです。日常生活では、さっきのありがとうございます。ますは、現在進行形のフォームです。それを過去形にして、ました。ありがとうございましたって言うと、意味は thank you なんですけど、goodbye っていう意味として使うことが多いです。ツアーの終わりや、レストランを出るときに、thank you for today みたいな感じで、ありがとうございました。これがバイバイっていう意味にもなりますので、使ってみてください。で、よりカジュアル、友達間でのバイバイだったら、じゃあね、じゃあね、か、またね、またねって言います。いつも私の動画の最後では、またねって言ってます。それは、また見に来て、帰ってきてほしいからっていう意味もあるんですけど、またねって言うと、see you again っていう意味になります。じゃあね、またねはよくあるカジュアルで使えるgoodbye の意味です。次はよく日常生活でリスポンスとして使う
日本語フレーズを教えていきたいと思います。まずは yes and no。yes and no。これは日本語ではいといいえです。はい、いいえ。はい、簡単ですね。yes、はい。そして no はいいえか、もっとカジュアルだと、って言います。首を横に振って、って言います。あんまりいいえって使ってる人そんなにいないかもしれないです。ちょっと、フォーマルすぎるというか、はいはすごいたくさん使うんですけど、いいえよりは、とか、いや、よく使うのは、いやって日本人が、よく使います。あ、いや、no みたいな感じですね。なんかちょっと、直接的じゃなくて、使いやすい感じです。いいえって言っちゃうと、no みたいな、ちょっと強いので、あ、いや、みたいに言うと、カジュアルな、もっと優しい no になります。そして次に、何か、do you want anything? とか、do you need a bag? とか、質問をされたときに、no, thank you, I'm fine っていうときの、リスポンスが、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。これめっちゃ使います。さっきも言ったように、no, いいえって言うと強すぎるので、I'm good. 大丈夫です。大丈夫です。これめっちゃ便利な言葉です。よく覚えておいてください。旅行中もよくこういうシチュエーションあると思うんです。レストランに行って、例えばなんかバッグいりますかとか、おかわりいりますかとか、質問された時に大丈夫ですって言うととてもナチュラルなので使ってみてください。で、次に OK, I understand とか I got it って言いたいとき、それはわかりました。わかりました。これもとっても便利な言葉です。何か説明を受けたときとか、はい、わかりましたって言うと、めっちゃナチュラルです。はい、わかりました。I understood みたいな感じです。わかりました。逆で、ちょっとわからなかったとき、I don't know って言いたいときは、わかりません。わかりません。最初のわかりまでは一緒です。で、ましたっていうのが過去形フォームなんですよ。それをネガティブ、否定形のフォームにすると、ませんになります。なので、語尾だけを変えて、わかりませんにすると、I don't know, I didn't understand っていう意味になります。わかりません。これも、便利なので覚えておいてください。そして次に、謝りたいとき、I'm sorry って言いたいとき、こういうシチュエーションも結構あると思います。そんなとき便利な言葉が、すみませんです。すみません。これも聞いたことある人結構多いかなと思います。すみませんは excuse me っていう意味と I'm sorry っていう2つのシチュエーションで使えます。なので、レストランに行って excuse me ってオーダーしたいとき、すみません、すみません、使えます。そして、謝りたいとき、I'm sorry って言いたいときも、すみません、すみませんって使えます。なので、two ways で使えるので、すみませんもとっても便利です。覚えておいてください。もう一つ、I'm sorry で、ごめんなさい、ごめんなさいっていうのもあります。ごめんなさい。これは、excuse me の意味はなくなって、もう本当に I'm sorry っていう、それだけの意味です。ごめんなさい。でも、個人的には、すみませんは2つ使い方があって、より便利なので、ごめんなさいよりも、すみませんを覚えておいた方が得かなって思います。そして次に、何かを
頼みたいとき、please, please something, please って言いたいとき、その文章の最後に、お願いします、お願いします、つけます。例えば、check please だったら、お会計お願いします。お会計お願いします。何か欲しいものとかリクエストしたいことの後にお願いしますをつけるととても親切な言い方になるのでぜひ使ってみてください。お願いします。あとはもし日本語を勉強しているけどあんまりリスニングが得意じゃない人結構日本に来ると日本人話すの早いので普段聞き取れている日本語でも聞き取れない時があります。そんな時に使えるのがゆっくりお願いします。さっきお願いしますはやりましたね。please です。ゆっくりっていうのが slow down っていう意味があります。なのでゆっくりお願いします。で、could you speak slower please っていう意味がありますので、これももしよかったら使ってみてください。ゆっくりお願いします。あとは、ちょっと待ってください。Please wait. ちょっと待ってください。これも、使えるシチュエーションあるかなと思います。ちょっと待ってください。待ってくださいは wait。ちょっとは a little bit。なんか英語で言うと just a moment please が一番しっくりくるんですけど just a moment please。ちょっと待ってください。これも結構使えます。あと、なんかこれは英語には訳せないんですけど、日本語独特の言葉、カルチャーがあって、ご飯を食べる前に必ずいただきます。いただきますって言います。いただきますは、この今から食べる食材に対しての感謝を表す言葉です。なので、食事をする前にいただきますって言ってからご飯を食べます。なので、これがもし日本に来た時に言えたらすごい、すごい日本語勉強してきてくれたんだなとか、シェフの人とかも喜ぶと思います。日本人は必ず言います。そして、逆に、ご飯を食べ終わった後に使うのが、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これも同じく食材に感謝するフレーズです。これは逆に、食べ終わった後に言うので、ありがとうございましたっていう感じで、ごちそうさまでしたって言います。これも日本人だったら必ず言います。なんか、日本人はよく一人でラーメン食べたりとか、一人で、食事することもたくさんあるんですけど、そんな時もきっとみんな心の中で言ってるはずです。言葉にはしてなくても。それぐらい、いただきますと、ごちそうさまでしたは、もう、当たり前の言葉です。日本人にとっては。なので、もしよかったら、これも覚えてみてください。はい。たくさんフレーズ教えました。ぜひ忘れないように覚えてください。結構このベーシックなフレーズを覚えているだけで、日本での観光だったら結構もうスムーズにいけるかと思います。なので、最低限のフレーズなので今日教えたのは、ぜひ日本旅行の前にちょっとメモするとか、してぜひ使ってみてください。また、こんなフレーズ知りたいとか、こんな時なんて言うのっていう質問があれば、コメント欄にお願いします。いつもコメントありがとうございます。全部読んでます。とっても励みになっています。ありがとうございます。では、次の動画でまたお会いしましょう。またねー。